こんにちは。前回の動画ではサンバレー100の日傘についてお話ししましたが、今回は同じくらい重宝しているサンバレー100の帽子についてお話しします。電車やバスでの移動時、両手を開けたいとき、人混みの中など日常の中には日傘が使いにくい場面が意外とあります。そんな時に活躍してくれるのがサンバレー100の帽子です。帽子にすると両手が開くので移動中の身軽さが変わります。日傘だと少し気を使う場所でも、周囲を気にせず自分のペースで歩ける、この気楽さがとても気に入っています。サンバリア100の魅力は、紫外線、赤外線、可視光線を100%カットする完全遮光の4層構造の生地です。一般的な UV カット加工のもののように、摩耗して効果が落ちることはなく、生地が破れない限りその効果は半永久的に続きます。帽子にも日傘と同じ4層構造の 100% 遮光生地が使われています。そしてつばの裏側も日傘と同じように黒いので、地面や周囲からの照り返しが和らぎ、目も少し楽に感じます。今日は数あるラインナップの中で私が選んで良かった帽子3種類とマスク2種類をご紹介します。まず一つ目はナチュラルハットです。つば幅が約12センチで重さが約117グラムです。素材はポリエステル 100% ですが、コットンのような自然な風合いがあり、どんな服にもスッと馴染む日常使いしやすい帽子です。私が普段のお出かけで一番使いやすいと感じているのがこのナチュラルハットです。ワイヤーが入っていないので使わないときは丸めてバッグにポンと入れられるのも便利です。約12センチのつばが顔周りから首の後ろまでしっかり日差しを遮ってくれます。完全遮光生地は通気性がないので蒸れを軽減するため、帽子のサイドには約4センチのスリットが4箇所入っています。内側は東レの爽快素材、フィールドセンサーを使ったメッシュ張りになっています。そしてこのメッシュ張りの部分がポケット状になっていて保冷剤を入れることもできます。つばの内側には小さなループが4つついているので、好みの位置で別売りのハットストラップを取り付けることもできます。今この帽子につけているのはモンベルのハットストラップです。風の強い日やアウトドアでは帽子が飛ばされるのを防げるので安心感があります。M サイズの頭周りは約 57.5 センチ、L サイズは約60センチです。どちらのサイズも帽子内部のマジックテープアジャスターで約3センチ小さくできます。二つ目はトラベルハットです。つば幅は前側が12センチ、後ろ側が11センチあります。重さはたった 85g で長時間被っていてもストレスを感じにくい軽さです。ベルトボタンがついていて、折りたたんだ後にサイドのベルトボタンを止めるとコンパクトにまとまります。バッグに入れやすく、普段使いにも旅行にも使いやすい軽さと携帯性に優れた帽子です。内側は先ほどのナチュラルハットと同じくメッシュ張りになっていて、小さなタオルや保冷剤を入れられるようになっています。暑い時期に少しでも快適に使えるよう見えない部分にも工夫があります。こちらのストラップ用ループにはサンバリア100のハットストラップをつけています。M サイズの頭周りは約57センチで、L サイズは約60センチです。どちらも帽子内部のマジックテープアジャスターで約3センチ小さくできます。L サイズはブラックのみお取り扱いがあります。今私が使っているブラックの M サイズは旧バージョンなのでベルトがついていません。その分少し不便なところもありますが、重さはさらに軽い 80g です。バッグに入れるときは丸めてヘアゴムで留めたり、小さく折りたたんだりして、普段使いでも旅行でも使っています。ワイヤーは入っていませんが、つばを軽く折ったり角度をつけたりして、自分である程度形を調整できるところが気に入っています。このトラベルハットは本当に便利なので、ブラック L サイズとベージュも買い足しました。ナチュラルハットとトラベルハットの大きな違いは生地感とシルエットです。実際に使ってみると見た目の印象も使い心地も結構違います。ナチュラルハットは柔らかく自然な雰囲気、トラベルハットは軽くてすっきりした印象です。最後はキャップです。重さはトラベルハットと同じく約 85g です。キャップはどうしても顔の横が焼けやすいイメージがありますが、サンバリア100のキャップは一般的なものよりつばが大きめで、
つばの長さは約 8.5 センチあり、深くかぶれば頬骨にかかるぐらいまでガードしてくれます。シンプルな定番のシルエットなので、髪型や服装を選びにくく、カジュアルな外出にも取り入れやすいです。またコットンのような生地感なので、真夏だけでなくオールシーズン使いやすいです。つばには固めの芯が入っているので、風でめくり上がりにくく、後ろのアジャスターでサイズ調整もできます。丸めて収納することはできませんが、その分形が安定していて、アクティブに動きたい日に使いやすいです。ただキャップだけでは横顔や口元まではカバーしきれないので、私はサンバリア100のマスクと合わせて使うことが多いです。私が使っているのはワイドマスクと立体マスクの2種類です。どちらも約 10g と軽く、帽子と同じ4層構造の完全遮光生地が使われています。耳までしっかりカバーしたいときはワイドマスク、すっきり見せたいときは普段の外出では立体マスクを選んでいます。どちらも内側には肌触りの良いメッシュ素材が使われています。耳まで覆うワイドマスクはやっぱり視覚的インパクトが強いので、目立たないように両端を折り込んで耳を出して使うときもあります。キャップとマスクを組み合わせれば、地面からの照り返しも防げるので、ちょっとした外出なら日焼け止めを塗らずに出かけることもあります。私にとってはかなり心強いセットです。実際にキャップとマスクをつけるとこんな感じです。まず立体マスク。次にワイドマスク、耳までしっかりカバーしています。最後がワイドマスクの両端を折り込んだ状態です。ここからはいろいろ試した結果、私のライフスタイルに合わず手放したもの3つについてお話しします。ワイドハットはつばが大きくてカバー力は高いですが、ワイヤーが入っているため丸めてバッグに入れにくく持ち歩きの面で使いづらさを感じました。キャスケットは約 60g で軽いですが、こちらもつば部分にはワイヤーがあり、コンパクトに収納しにくかったため自然と出番が減っていきました。普段使い用に購入したプリーツマスクはキャップと合わせるには頬周りのカバーが少し足らなかったので立体マスクに買い替えました。手放したものではありませんが、サンバイザー類は私は髪の毛の日焼けも避けたかったので選択肢には入りませんでした。最後にお手入れについてです。キャップは他の帽子に比べて頭にフィットさせて被るので、おでこに当たる部分が日焼け止めやファンデーションで汚れやすいです。なので私は購入後すぐに防止テープを貼っています。防止テープは内側のおでこに当たる部分に貼るタイプで、軽いメイク汚れをウェットティッシュで拭くときれいに落とせます。それでも落ちないときは剥がしてネットに入れて洗濯機で洗うときれいになります。キャップはつばに固めの芯が入っているので、汗が気になるときはシンクに水を張って洗剤を入れて30分ほど付け洗いしています。洗うときは防止テープを一度剥がして乾いてから両面テープで貼り直します。防止テープは帽子専門店やデパートの帽子売り場で売っていることが多いです。私が使っているのはカシラの長いタイプです。両面テープも10枚入っているので今のところ4、5年持っています。トラベルハットとナチュラルハット、そしてワイドマスクと立体マスクはネットに入れて洗濯機の手洗いコースで洗っています。公式には手洗い推奨なので自己責任になりますが、今のところ特に問題なく使えています。乾きも早く洗っても遮光効果が落ちないので気軽に洗えて日常的に使いやすいです。ちなみに黒のトラベルハットはもう10年ほど使っています。今年買ったトラベルハットに比べると張り感は少し落ちていますが、今でも十分活躍しています。今回はサンバリエ100の帽子について今の私の選び方をお話ししました。自分の生活の中でどれが一番出番があるかという基準で選ぶといいかなと思っています。どれを買おうか迷っている方の参考になれば幸いです。帽子のサイズや写真などはサンバリエ100の公式サイトに詳しく掲載されています。リンクは概要欄に記載しておきます。このチャンネルではミニマリズムに憧れつつも、自分に合う形で暮らしや持ち物を少しずつ整えていく様子をお話ししていきます。興味を持っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。